材はボディ長 50mm、自重 5g、キリ製のシンキングミノーです。ロングリップに貫通ワイヤーとタングステンウェイト、ネオジム磁石を使った重心移動を搭載しており、幅広い用途で使える小型ミノーを目指して作ってみました。図面をコピーし、厚紙に貼り付け、カッターナイフとハサミで切り出して側面形の型紙を作ります。厚さ 6mm の切り材に側面形の型紙を当て、側面形のアウトラインを転記します。転記ができたらノコギリで切り材を切断します。アウトラインを転記したもの2つと別途に同じ長さのものを4つ切断しておきます。側面形のアウトラインに沿ってカッターナイフで削ります。切り材はバルサ材ほどではありませんが柔らかいので、カッターナイフやアートナイフで十分削ることができます。ある程度切削できたら120番のペーパーでサンディングし平滑にします。側面形のアウトラインに沿って加工できたワークに型紙を当て、ウェイトホールとマグネットホールの基準穴位置を待ち針を使って転写していきます。転写するとこんな感じです。このままではポンチの代わりにはできないので、四つ目切りで拡大します。ボール板でウェイトホールとマグネットホールの基準穴を開けていきます。ウェイトホール基準穴は木工用ドリルの 6mm、マグネットホール基準穴は鉄鋼用ドリルの 2mm を使います。ウェイトホール、マグネットホールを加工するための補助線を記入します。基準穴と基準穴を結ぶ形で記入していきます。記入が終わるとこんな感じです。加工補助線に沿う形で基準穴を結び、ウェイトホールとマグネットホールを加工します。切削にはアートナイフとカッターナイフを使っています。ウェイトホール内側に段付きなどが残ると重心移動の動きが悪くなるので慎重に加工します。マグネットホールはマグネットが入ればいいのであまり気負っていません。仮組みし、マグネットが入ることとタングステンウェイトが収納できることを確認します。シャープペンシルに角度をつけて固定して中心線を記入します。ワークをひっくり返しても同じ高さに黒煙がつけばそこが中心です。何度か角度を変えてトライし、中心を探り中心線を記入します。右側板の接着です。切り材を切断する工程でアウトラインを転記していないものを4枚切り出しています。この4枚が右と左の側板になります。今までウェイトホールなどの内部加工をしてきた中央部材の右側に木工用ボンドで側板を接着します。はみ出した接着剤はマイナスドライバーでこそげ落とします。ウェイトホール内側にはみ出した接着剤が除去しきれないまま残ると重心移動の動きが悪くなるので、見落とさないようにしっかりと確認しておきます。右側板の接着ができたらバイスで固定して木工用ボンドの乾燥を待ちます。木工用ボンドが乾燥したらバイスから外し、中央部材に合わせて側板を切削します。
木工用ボンドがついている部分は切り材のみの時より加工性が悪くなりますので、状態に合わせて刃物を変えます。今回はそのままカッターナイフで切削できました。マグネットを取り付けますが、今回使用するネオジム磁石の直径が 5mm、 中央部材が 6.1mm と差があるので、これを埋めるために約 0.4mm の買い物を入れて接着します。買い物は先ほどの切削で出た切りくずで、接着剤は木工用ボンドです。左の側板を接着します。木工用ボンドを中央部材の接着面全体に塗り伸ばし、内側にはみ出した接着剤をこそぎ落としてから、タングステンウェイトの 5mm 球を入れて接着します。この方法なら内側にはみ出す接着剤を最小限に抑えることができるので、重心移動への悪影響を抑えられます。接着できたらバイスで固定し、乾燥を待ちます。接着剤が乾燥したらバイスから外し、中央部材に合わせて左側板を切削します。左右の側板が接着され、中央部材を変形させてしまう可能性が低くなったので、切り出し小刀で大胆に切削していきます。おおよそ切削できたら、中心線から左右の距離を測定しておき、この後のサンディングで中心線が消えても復旧できるようにしておきます。120番のペーパーでサンディングし、左右の側板を中央部材に合わせ、側面形を完成させます。重心移動も正常に機能します。型紙からリップ取り付け溝の位置を待ち針を使って転記します。針の跡をボールペンでつなぎ、リップ取り付け溝加工補助線を記入。さらにリップ取り付け溝の終端を記入し、加工終端を明瞭にしておきます。型紙から重心移動用ウェイトホールの位置をシャープペンシルで写し取り、重心移動に干渉しないように平面形アウトラインをシャープペンシルで書き込みます。オーブンペーパーを2つ折りにし、ルアー背面側の中心線に合わせて固定しようとしましたが、ちょっと見えなかったので、ボールペンで中心線を強調します。見えますね。中心線に合わせて待ち針で固定します。マジックを使ってルアー背面にある平面形アウトラインをオーブンペーパーに写し取ります。アウトラインを写し終えたら、オーブンペーパーを外し、2つ折りにしたコピー用紙を挟み込みます。平面形アウトラインに沿ってハサミで切り取り、平面形の型紙とします。ルアー背面側のシャープペンシルで描いたアウトラインを消しゴムで消してから、中心線を合わせて平面形の型紙を待ち針で固定、ボールペンで平面形アウトラインを転記します。平面形アウトラインを成形する前にリップ取り付け溝の加工をしておきます。補助線に沿って糸の小判で切り込みを入れ、リップ取り付け溝を加工します。平面形を成形します。切り出し小刀でアウトラインの少し外側まで切削します。こんな感じに切削できたら、120番のペーパーでのサンディングに切り替え、平面形のアウトラインを完成させます。ルアー覆面の中心線をボールペンで明確にし、ワイヤー取り付け溝の加工補助線にし、
加工補助線に沿って糸のこで切り込みを入れ、ワイヤー取り付け溝とします。貫通ワイヤーを作るステンレスバネ線をセットし、看合できることを確認します。ステンレスバネ線を加工し、貫通ワイヤーを作ります。必要な長さに切断した 0.8mm のステンレスバネ線を丸ペンチとペンチで曲げ加工し、ベリーのフックアイを作ります。今回もヒノキ製のジグを使って曲げ加工していきますが、ジグをうまく作れず、ジグには修正の跡が多数存在する上に、ベリーフックアイをジグなしで曲げ加工せざるを得ない状態になってしまいました。少々問題はありますが、加工自体はできるので、釘とベリーフックアイ加工済みのステンレスバネ線をジグにセットして曲げ加工していきます。いまいちなジグではありますが、やはりジグなしとでは大きく違い、似たようなワイヤーを安定して作れます。釘を増やしながら曲げ加工を進めていきます。曲げ加工が終わったら、釘とワイヤーをジグから外します。こんな感じです。テールフックアイとラインアイをワンステップルーパーで成形します。ワンステップルーパーで加工したままだとワイヤーの口が開いているので、ラジオペンチとペンチを使って修正していきます。ステンレス用のハンダとフラックスを使って貫通ワイヤーの折り返し部分をハンダ付けします。まずニッパーでハンダを 1mm 程度に切断します。折り返し部分にフラックスを塗布、続いてハンダを乗せます。小型バーナーで母材を加熱し、ハンダを誘拐しハンダ付けします。動画では小型バーナーで加熱していますが、火力が強すぎて扱いにくいのでターボライターで加熱した方がいいと思います。ハンダ付けが終わったらよく洗浄し、フラックスを洗い流してからワイヤー取り付け溝に貫通ワイヤーを接着します。このルアーではエポキシ接着剤で重点接着していますが、重曹と瞬間接着剤で重点接着することもできます。このルアーのようにリップ取り付け溝に接着剤が流れるとまずい場合は、重曹と瞬間接着剤での接着は不向きですが、硬化待ち時間を短縮できるので急ぎの場合は重宝します。エポキシ接着剤が硬化したら、はみ出した接着剤をアートナイフで切除し、120番のペーパーでサンディングして仕上げます。ルアーボディの断面径を成形します。アートナイフと120番のペーパーを使い、角を落としていく感じでコーナーに R をつけていきます。このルアーではフォール姿勢の改善と浮き上がり防止を兼ねて、ルアーの額部分に平面を残すことにしました。なお腹側に大きな R をつけると重心移動のウエイトホールとの距離が近づき、ルアーの強度に悪影響を及ぼす可能性があるので、腹側の R は控えめです。断面径の成形が終わったら、ルアー全体を400番のペーパーでサンディングし、粉塵を除去して目止め塗装の準備をします。目止め塗装前の重量は約 3.7g になりました。目止め塗装には2液ウレタン塗料を使います。ロックペイント、
パナロックのオートクリア 10g に硬化剤 HF ハードナーを 1g、 タルクベースのベビーパウダーを 10g、 パナロックシンナー速乾型 15g を混合し、ルアー全体に塗料が回るようにかけ流します。ラインアイとフックアイに溜まった余分な塗料をティッシュペーパーで吸い取ります。塗料が硬化したら、ラインアイとフックアイに付着している余分な塗料をアートナイフで除去します。目止め用塗料の混合比は一例です。オートクリアと硬化剤の混合比は10対1で固定ですが、ベビーパウダーとシンナーの混合比は素材材質、シンナーのタイプ、気温、気分などで変わります。400番のペーパーでルアー全体をサンディングし、導管以外の部分の余分な目止め塗装を削り落とします。リップ取り付け溝内部も含めて全ての部分にサンディングします。サンディングが終わるとこんな感じです。目止め処理後のルアー重量は約 3.8g、 目止め塗装での重量増加は 0.1g 程度に抑えることができました。目止め塗装を抑えるためにオートクリアを吹き付けます。主材と硬化剤の混合比はメーカー推奨値で、オートクリア主材 5g、 硬化剤 0.5g、 シンナーは若干多めの 7g です。3D プリンターで印刷したテンプレートを使ってリップのアウトラインをポリカーボネート板に転記し、転記されたアウトラインに沿ってハサミとニッパーで切り取ります。今回使ったポリカーボネート板は 1mm 厚です。リップの形状を仕上げます。ハサミ、ニッパーでの切断面を120番のペーパーでサンディングし、滑らかな形状に整えます。120番のサンディングでできたバリとペーパー傷を400番のペーパーで削り落としたら、リップの外形加工は終了です。外形の成形が終わったリップにラインアイの通るスリットを加工します。今回は当て木となる 2mm 厚のバルサ材にマスキングテープで固定、糸の小判で切り込み加工します。マスキングテープを剥がし、当て木から外します。糸の小判での切り込みでできたバリを120番のペーパーで取り除いたら、リップの完成です。仮組みし、確認します。組み立てできない場合や環合がきつすぎる場合は、リップ取り付け溝をヤスリやペーパーで調整して正常に組み立てられるようにしておきます。マジックでアイホールの位置を書き込みます。左右で位置がだいたい同じになるようによく確認しておきます。球径 3mm のダイヤモンドビットをリューターに取り付け、アイホールを彫り込みます。今回使用するルアーアイは直径 3mm です。ダイヤモンドビットのサイズはアイの直径に合わせて選んでいます。ダイヤモンドビットを円柱形の 3mm に変更し、アイホールを仕上げます。塗装でアイホールが埋まり小さくなることを考慮して 3.4mm 程度に仕上げます。ダイヤモンドビットでの切削でできたバリを400番のペーパーでサンディングし取り除きます。バリ取りのついでにルアー全体をサンディングし、アンダーコートの足付けをしておきます。サンディングできていない部分があると塗装剥がれの原因となり、ルアーの耐久性に悪影響が出るので、漏れなく全体にサンディングします。
アンダーコートを塗装します。使用塗料は二液ウレタン塗料、パナロックのオートクリアーです。混合比は目止め塗装を抑える際に使った塗料と同様です。レースコートのホワイトを塗装します。こちらもパナロックで混合比もアンダーコートと同様です。腹側のワイヤーが目立たなくなる程度まで塗装します。完全に白くなっていなくても大丈夫です。少々透けていても工程が進むとわからなくなります。アンダーコートで使ったオートクリアーを小分けし、パールパウダーを加えて塗装します。シンナーも少し足して塗料を緩くして吹き付けます。オートクリアーを塗装し、パール塗装を抑えます。塗料はアンダーコートで使ったものです。蛍光イエローを塗装します。塗料は GSI クレオスのミスターカラーですが、希釈に使うシンナーは専用シンナーではなくラッカーシンナーです。蛍光ピンクを塗装します。こちらも GSI クレオスのミスターカラーです。ルアーの顎部分にミスターカラーの蛍光オレンジを塗装します。彩色にミスターカラーを使う場合はできるだけ薄く塗装してください。二液ウレタン塗料と一体化しやすくなり、縮みなどのトラブルも起きにくくなります。ミスターカラーを抑えるためにオートクリアーを塗装します。こちらもアンダーコートで使ったものです。膜圧を稼ぐためにたっぷりと吹き付けます。最後にトップコートを塗装します。使用塗料はロックペイントのトップコート専用クリアー、エコロック、ハイパークリアーです。混合比は主材 3g、硬化剤 1g、シンナー 5g です。トップコート専用クリアーは硬度が高く綺麗なツヤが望めますが、垂れやすいので吹き付けすぎにならないように注意して塗装します。塗装が終了し、塗膜が硬化するとこんな感じです。ラインアイとフックアイに塗装された余分な塗膜の除去をします。アートナイフでアイとルアーボディの間に切り込みを入れてから除去していきます。切り込みを入れずに余剰塗膜の除去を始めると、ボディの塗膜が引っ張られ割れたり剥がれたりする可能性があるので、まず切り込みを入れ、その後剥がしていきます。余剰塗膜の除去が終わったらリップの取り付けができるか確認します。アイホールにルアーアイを取り付けます。使用するのはバスデー製 3DI の 3mm シルバーです。アートナイフで台紙から外しアイホールに貼っていきます。貼り終えたら筆の後端でしっかりと押さえ確実に貼り付けます。セルロースセメントをアイホールに塗布し剥がれ止めとします。余分なセルロースセメントはティッシュペーパーで吸い取ります。エポキシ接着剤でリップをリップ取り付け溝に接着します。主材と硬化剤を等量取り出し、よく攪拌した後、リップ取り付け溝とリップの双方に塗布し接着します。この時リップのラインアイの入るスリットにも接着剤を塗っておきます。今回使用したエポキシ接着剤はすべてセメダイン製の30分硬化型です。はみ出した接着剤はティッシュペーパーで拭き取ります。今回はなぜかアルコールを使わずにきれいに拭き取れました。竹串などではエポキシ接着剤の塗布箇所に入らなかったので 0.8mm のステンレスバネ線を適度な長さに切断したものを使いました。フックを取り付けます。搭載フックはオーナー針カルティバ STX38ZN の12番ス
スプリットリングは1番です。フックを付け終わったら完成です。完成重量約 5g で 50mm のシンキングミノーとしては一般的な重量に仕上がっています。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。